皆さんこんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。キラキラした目のイラストってとっても素敵ですよね。キャラクターイラストで目はとっても重要なポイントです。なので目に魅力があるだけでイラストがとっても良くなります。特にキラキラした目は見てるだけでうっとりしちゃいますよね。でも実際描いてみるとなんか濁っちゃったり色が喧嘩して汚くなっちゃったり、もっとキラキラ星空みたいな目が描きたいんだって思う方も多いんじゃないかと思います。で、実は先日イラストのオンライン教室パルミーのご提供で目の描き方講座を受講させてもらったんですが、この講座の中で紹介されている塗り方で描いた目がこちら。ものすっごくキラキラした目が簡単に描けちゃう方法が紹介されていたんです。で、こちらの描き方、なんと当チャンネルで紹介してもいいってパルミーさんがね言ってくださったので、今回はこのキラキラ目の描き方をバッチリ紹介したいと思います。皆さんもこのキラキラ目の塗り方しっかりねマスターしてキャラクターイラストの魅力をアップしてみてください。それではスタート。はい、それでは早速キラキラ目の塗り方を紹介していきます。で、紹介する内容なんですが、パルミーの講座の内容そのままじゃなくて、講座の内容をもとに僕が書きやすい方法にちょっとねアレンジして書いていきたいと思います。まず最初にベースの部分を塗っていきたいと思います。まずまつげの色を塗っていきます。はい、そしたら次は黒目の部分を塗っていきます。今回こんな感じで黒目は線画をね描かないで塗っていきたいなと思います。ちょっとずつね形を細かく整えながら綺麗な黒目の形を作っていきます。はい、黒目の形が出来上がりました。そしたらね次は白目の部分を塗っていくんですが、白目をねちょっと肌色の上とか今こういう状態とかで白で塗っちゃうとちょっとねどこに塗ってるか分かりづらいので、一旦ね青とかの色で塗っていきたいなと思います。こんな感じで一旦ね見えやすい色で塗りましたら、この白目のレイヤーの透明ピクセルをロックしまして、白でね塗りつぶしましょう。これで白目の部分がしっかりね白い色で塗られてる状態になりました。そしたら目の塗りに入っていきたいなと思います。で、目を塗っていくときに2つね意識してほしい目の作りがあるんですけど、1つ目は目の真ん中にあるこちら瞳孔になります。で、もう一つが目の中心に向かって入る線、虹彩になります。この2つを塗っていくんだぞっていう意識で塗りを進めていきます。で、まずはじめにこちらの目、今ねグレーになっちゃってるんですが、今回はね青い目を描いていきたいなと思うので、先ほど作ったねこの黒目のレイヤーの透明ピクセルをロックしまして、その状態でね青い色で塗りつぶしていきます。そしたら次にこちらの黒目の縁をね塗っていきます。この黒目のレイヤーの上に新規レイヤーを追加して下のレイヤーでクリッピングします。そしたらちょっと暗めの色で全体を塗ってから内側を透明色や消しゴムとかで削っていきます。なんで全体塗ってから中を削るのっていうところなんですけど、これペンの形がね丸いので、こうやって描いた方がこう丸い形が簡単に作れるので、こういう手順でやっています。そしたら次は瞳孔を描いて、でお次に虹彩を描いていくんですが、虹彩がねちょっとバランスよくうまく描けないよって方はちょっと一旦別のレイヤーに、虹彩をね描く場所のあたりをこう引いておいて、でそれに沿って先ほどのレイヤーにこうね虹彩を描き加えていくといいんじゃないかなと思います。虹彩は全部同じ幅とかじゃなくて、ちょっとね量にばらつきがあった方がそれっぽく見えるのかなって思います。はい、できたらね当たりを描いた方は当たりのレイヤーは消しちゃいましょう。そしたらこの黒目の縁、瞳孔、虹彩を描いたレイヤーの上にまたね新規レイヤーを追加して種類をね定山に変えてください。で定山にしたら下のレイヤーにクリッピング。今描いた黒目の縁と瞳孔をさらにね加筆していきます。
先ほどの色よりもちょっと暗い色を使って、目の縁の部分の上の方を暗くしていきます。一旦ある程度塗ったら、エアブラシツールの色を透明に変えまして、下の方をこうシュ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 ってやると綺麗にね、グラデーションがかかります。で、瞳孔は一旦こうぐる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 っとね、暗く塗っちゃってから、下の方を透明色か消しゴムでこんな感じで削るとウルルン感がね出ます。でちょっとね色が濃すぎるのでこのレイヤーのね不透明度を下げて、調整をしていきましょう。そうしましたらまたさらにねこの定山レイヤーの上に定山レイヤーをまた作っていきます。もちろんね黒目にクリッピングしてください。そしたらこの黒目の上半分にねこう色を塗っていきます。はい、こんな感じですね。ぼかしツールで端っこの方を少しねぼかしていきましょう。そうすると目の球体の感じがね出てとってもねいい感じになっていきます。端っこの方の境界をこんな感じでぼかしていきます。はい、でまたちょっとねこの影の色濃いので少し不透明度を下げていい感じにしていきます。定山レイヤーはね濃いなと思ったら不透明度をねこう変更してコロコロ色をね変えて調整してみてください。そしたらねここからはキラキラしたいろんな光をね加えていきます。先ほどの定山レイヤーの上に新しいレイヤーを作って種類は大焼き発光を選びます。もちろんね下の黒目にクリッピングで目のね下の方に色をつけていくんですが光の色は少しね黄色みがかってるとそれっぽくなるので先ほどね塗っていた青の色よりも少しね黄色に寄せたエメラルドグリーンぐらいですかねの色を選んで色を塗っていきます。この塗るときに先ほどまで描いたこの瞳孔とか虹彩とか黒目の縁の部分とかをまたぐように色を塗っていくといい感じになると思います。でこのレイヤーの不透明度を 100% のままだとちょっとね汚いので 30% ぐらいね下げていきます。で実際に塗り終わったらちょっとね黄色みがかり具合が少ないなと思ったのでそんな時はね編集の色調補正の色相サイド明度を選択して色でもうちょっとここから黄色っぽい色に変更していくといいと思います。明るさももうちょっと明るくてもいいかもしれないですね。でこの色相サイド明度ねとっても便利なんでなんかね色が思った感じと違うなっていう時はこれを使ってどんどん色を調整して進めていってください。はい、で下に光を描きましたらさらにね新規レイヤーを追加して、種類は大焼き発光下のレイヤーにクリッピングをして不透明度はまた 30% ぐらいですかね。この状態でさらに光を描き足していきます。色はさらに黄色に寄せてくる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 っと追加して細かいキラキラもさらにね追加していきましょう。そしたら次に反射光を描き加えていきたいなと思います。瞳っていうのはね涙に濡れていていろんなものを反射するんですよ。その表現を少し加えることでうるうるキラキラな感じの目になっていきます。新規レイヤーを作成して種類はスクリーンにします。でもちろん下のレイヤーにクリッピングで反射光って何かをね反射してるので今回は髪の毛ちょっと描いてないんですけど髪の毛の色をイメージして、茶色い髪の毛だったら茶色とかピンクとかオレンジとかそんな感じかなっていう感じの色で反射光を塗っていきます。うるうるっとした感じになるように形をねぷにゅっとうるうるっとした感じで塗っていきます。はい、そしたらねこのままだとちょっとあれなので球体を表現するためにグラデーションで色を抜いていきます。エアブラシをね選んで色を透明色に変更。そしたら下の方を
少しね、こうグラデーションをかけていきます。エアブラシで少しずつ削って、こうグラデーションをかけていくイメージですね。はい、そうしましたら次に近くにある物体の影を抜いていきます。例えば髪の毛がね、近くにあるので、髪の毛の影を、こんな感じでね、髪が近くにあるかなーって感じで、色を抜いていきます。はい、そうしましたらちょっとね、反射光の色が強すぎるので、不透明度ね、下げて調整していきます。色ももうちょっと白っぽい方がいいかなと思うので、この色素サイドメイドでちょっと色味を調整していきます。こんな感じかな。はい、そしたらね、ここまでである程度ね、ベースが出来上がったので、ここからどんどんキラキラする効果を加えていきましょう。まず最初に瞳孔の周りにキラキラとしたお星様のようなものを描いていきます。新規レイヤーで、種類は覆い焼き、発光で、もちろん下のレイヤーにクリッピングします。で、瞳孔の周りにキラキラとしたね、お星様みたいなものを描いていくんですが、クリップスタジオペイントとかだとね、素材とかがあったりするので、そういうのをうまく使うと楽かもしれません。こんな感じで、キラ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 ーと描き加えていきます。ちょっと自分の持ってた素材の粒が小さかったんで、手動でね、ちょっと大きめの粒も描き加えていきます。はい、一気にね、目がね、キラキラになりましたね。はい、そしたら次に黒目の縁にね、ちょっと効果を加えていきたいなと思います。黒目のベースカラーを塗ってあるレイヤーの下に1個ね、新しいレイヤーを追加します。わかりやすいように黒目縁という名前をつけておきます。で、縁をつけるんですけど、この時にね、ちょっと簡単なやり方がありまして、コントロールキーを押しながら黒目のベースレイヤーをクリックすると、はい、こんな感じでね、黒目のレイヤーの部分が選択されます。そうしたら、この下にある中の選択範囲を拡張をクリックして、選択範囲を拡張していくんですが、今回ね、説明用にかなり大きな目を描いてるので、拡張幅は大きめにしますが、皆さんはね、ご自分のイラストに合った拡張幅を入力して、ここで OK を押してください。そうしましたら、このように黒目よりちょっとね、大きな選択範囲ができたので、黒目縁のね、レイヤーに移動して、ここでこの塗りつぶしを押して、色を塗りつぶします。で、この時塗りつぶす色は、目の色とは反対側にあるような色をチョイスするとそれっぽくなると思います。で、ちょっとね、下とか飛び出しちゃってるところは消しゴムで消しまして、はい、こんな感じでね、縁が取られました。このままでもね、すごい綺麗なんですけど、一旦ね、透明ピクセルをロックして、さらにね、色を加えていきます。エアブラシツールとかでね、ちょっと上の方は濃いめの色にして、下の方は、明るいところなんでね、黄色寄りの明るい色で、色を少しのせていくと、こんな感じで綺麗なグラデーションになって、さらにね、キラキラ感が増したんじゃないかなと思います。はい、そしてここまで来ましたら、皆さんお待たせしました。みんな大好き、ハイライトを入れていきます。ハイライトがないとどうしてもね、目が死んでるので、ここでね、しっかり生き返らせていきたいなと思います。ハイライトは目の線画レイヤーの上に描いていきます。線画レイヤーの上に新規レイヤーを追加。通常レイヤーのままハイライトを描いていきます。で、ハイライトなんですが、どうしてもね、なんて言うんでしょう。まん丸のハイライトを描いちゃうと、ちょっとね、形がシンプルすぎて安っぽい印象になってしまうので、ちょっとね、ひし形っぽく描くと、なんか人の手で描いたんだなって感じがして高級感が出るのでおすすめです。下の方にもちょんちょんとね追加していきましょう。一気に目に命が宿った感じがします。そしたらこのハイライトをさらにキラキラさせていきましょう。先ほど作ったハイライトのレイヤーを1枚コピーします。わかりやすいようにハイライトっていうレイヤーとハイライトコピーっていう名前にしておきます。で、このハイライトコピーの方を選んで、フィルターからぼかし、ガウスぼかしを選択して、コピーしたハイライトをぼかしていきます。そしたら、このハイライトのコピーしたレイヤーですが、モードをね、加算発光に変更します。
そうすると、このコピーしたレイヤーがない時とある時、もうね、こんなにキラキラ感が変わってきます。そしたら次に、さらにキラキラを追加していきます。先ほど塗ってた黒目と、それにクリッピングしたレイヤーがいっぱいあると思うんですけど、そこのね、一番上にまたレイヤーを追加して、もちろん下にクリッピング。で、種類はですね、ハードライトっていう種類のレイヤーにします。このハードライトレイヤーで、細やかな輝きをあっちこっちにちょこと追加していきます。もうめちゃくちゃキラッキラになってきました。そしたらここからさらにね、キラッキラ感を追加するいろいろな仕上げ作業を加えていきたいなと思います。漆喰という素材があるんですが、ここの検索を使って探すとすぐに見つかると思います。この漆喰をクリック&ドラッグで画面に持ってきます。でこの四角い部分を動かすとつぶつぶの大きさが調整できるので、なんかキラキラしそうな感じの大きさに調整して、でこの漆喰のレイヤーが新しく追加されてると思うので、それをぐんと下の方に移動して、この黒目のね、ベースカラーの上に置きます。で、下のレイヤーにクリッピング。そしたらこのレイヤープロパティの中からレイヤーの種類をこちらですね。こちらの質感合成ってやつに変更すると、もうめちゃくちゃキラキラになっちゃうんです。これやばいですよね。で、ちょっとね、キラキラが強すぎるので、ここはね、不透明度をちょっと変更して少し調整していきます。はい、こんな感じでキラキラになりました。で、さらに加筆していきます。この黒目のね、ベースに上にいっぱいついてるクリッピングがわーっとあると思うんですけど、その上にまたさらに新規レイヤーを追加して下のレイヤーにクリッピングします。で、レイヤーの種類は覆い焼き発光を選択。で、グラデーションツールを選択して、で、描画色から透明色にグラデーションがかかるやつを選びます。で、肌色っぽい色を選んで、下からぐっとね、グラデーションをかけると、はい、こんな感じで目がめちゃくちゃキラキラになりました。ちょっとね、光りすぎだと思うので、不透明度を調整して、黒目の完成です。で、ここでもちろんね、終わりじゃなくて、ちょっとね、この後まつげと白目をね、しっかり塗って完成させていきましょう。まず白目ですね。白目のレイヤーを選択して、白目のベースカラーのレイヤーの上に新規レイヤーを追加して、下のレイヤーでクリッピング。白目に影をつけていきます。で、影をつけたら、このままだと目に比べてちょっと単調なので、例えばね、標準の不透明水彩ブラシとかを選択して、色はね、透明色を選択した状態で、少し上の方を削っていきます。削って反射光を描いていくことによって白目の影がかなりね、いい感じに馴染むと思います。白目の部分はこんだけです。で、次にね、まつげの部分を塗っていきましょう。まつげの色を塗っているレイヤーの透明ピクセルをロックしまして、ちょっと一旦ね、今茶色っぽい色で塗っちゃってるので、少し黒っぽくしていきましょう。で、まずまつげの色トレースをしていきます。肌の色に馴染むように、まつげのね、縁を少し赤く色を塗っていきます。線画レイヤーも透明ピクセルをロックして、少し縁を赤っぽくしていきます。下なんかもね、赤っぽくしていきます。はい、こんな感じになりました。で、そしたらですね、次にまつげの中にね、映り込みを描いていきたいなと思います。まつげの色を塗ったレイヤーの上に新規レイヤーで下のレイヤーにクリッピング。で、種類はスクリーンに変更します。で、瞳の色がね、映り込んでる感じにしたいので、瞳の色と似た感じの青い色を選択して、シャカと映り込みを
描いていきます。シャカ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 。左右を透明のエアブラシでちょっと削ってなじませたり、ちょっと透明のペンでなんだかよくわからない線をね、追加していったりします。はい、でちょっと色が濃すぎるので不透明度を下げて、もう少し白っぽい方がいいかなと思うので、色相サイド明度でね、明度を上げていきます。はい、こんな感じでまつげに映り込みを書き加えましたら、これでね、ようやくキラキラお目目の完成です。星空のようなキラキラのお目目を描くことができました。いやーもう本当にキラキラなお目目が描けちゃいましたね。今回参考にしたパルミーのこちらの目の描き方というね講座では、目の塗り方だけじゃなく、目のね基本的な描き方から垂れ目やつり目の描き方、上手に目を描くポイントなど、目に関する内容を全部ね紹介してくれているので、目がうまく描けるようになりたいよっていう方はぜひチェックしてみてください。で、その講座が見れるパルミーなんですが、パルミーはイラスト、漫画の描き方が学べるオンライン教室で、顔や体などのキャラクターの描き方、背景イラストなど全部でね200を超える講座があります。パルミーでは講座一つ一つが販売されているわけではなく、月謝制なので決まった金額で全ての動画が視聴し放題なんです。短期間でいっぱい見ればめちゃくちゃお得にイラストを学ぶことができちゃうのがいいところなんです。でもお金ないよ、効果があるか不安だよっていう方ね、いると思うんですが、なんとパルミーには無料の7日間のお試し期間があるんです。しかもお試し期間でも制限なく全ての講座が視聴できちゃうんです。なので僕のおすすめは、ゴールデンウィークとか夏休みとか年末年始とかの長期休暇のタイミングにお試し期間を使っていっぱいね受講しちゃえば無料でいっぱい学べちゃうので、マジでお得です。ぜひねやってみてください。無料の7日間のお試しは概要欄やコメント欄のリンクから使うことができちゃいますよ。で、さらにですよ、この動画を見てくれている皆さんにお得なお知らせです。この動画の概要欄やコメント欄にある URL からパルミーを始めた方限定、なんと期間限定で初月 20% オフのキャンペーンも開催しちゃいます。お試し期間7日間の後にそのまま継続利用してもらうと、初月料金 20% オフが適用されるとってもお得なキャンペーンになっています。ちなみにもう無料お試ししたことあるよという方もね、なんと初月 20% オフされるキャンペーンなので、ぜひねチェックしてみてください。キャンペーン期間が短いので、興味がある方は忘れないように始めてくださいね。あとこれはね注意点なんですが、過去にパルミーを紹介している僕の他の動画の URL だと割引が効かないのでご注意ください。この動画のリンクから7日間のお試しや再開のお申し込みを行うようにしてくださいね。それではキラキラ目講座でした。このチャンネルではお絵描き関連の動画をたくさんアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では